今、韓国で大炎上している日本アイドルがあります。その内容は、キューティーストリートへのタクシー乗車拒否事件なんです。彼女らが韓国の若者の街、ソンスへ行こうとした瞬間、タクシーがバイバイと言って逃走しました。正直僕かなりショック受けました。なぜこんなことが起きなのか、そして日本人が知らない韓国タクシー文化の闇とは何なのか、韓国で19年住んだ僕が説明してみます。今日は4つの流れで説明します。実際に何が起きたのか、韓国人の反応はどうなのか、なぜ韓国タクシーはここまで嫌われるのか、なぜ運転手は拒否しているのか、それでは見ていきましょう。一つ目、まず韓国ニュースで実際どのように報道されたのか、そのまま説明していきますね。これを見てください。韓国に進出した日本の女性アイドルグループ、キューティーストリートの YouTube 動画です。一部のメンバーたちはコンテンツ撮影のため、一番行ってみたい場所としてソウルのソンスを選びました。彼女たちはソンスをソウルのブルックリンと呼ばれる若者に人気な名所と紹介しながら期待を胸に膨らませていました。ですが、韓国の第一印象は良いものではありませんでした。宿泊先だったコンドクからソンスへ向かう途中でしたが、最初に捕まえたタクシーから乗車拒否をされたのです。ソンス、ソンス、バイバイ。結局メンバーたちはタクシーが捕まらず30分間も同じ場所でさまよった末、ソンスドンより近いホンデ方面へ目的地を変更しました。この場面がオンラインで拡散され議論が広がりました。韓国のネットユーザーたちは批判的な反応を見せ、自分まで恥ずかしい、代わりに謝りたいという反応が相次ぎました。韓国の旅客自動車運送事業法では、正当な理由のない乗車拒否は過料の対象であり、繰り返した場合は免許停止や取り消し処分を受ける可能性があります。的なニュース報道でした。じゃあ、二つ目の話、韓国人の反応はどうだったのか。その動画のコメントを説明しますね。韓国人の反応はかなり激しかったです。一つ目、カカオタクシーは外国人だろうが韓国人だろうが乗車拒否するから不買運動されて会社ごと潰れるべきだ。二つ目、絶対に捕まえて免許取り消しにしろ。三つ目、あの自然な拒否の仕方を見てみろ。今までどれだけ乗車拒否してきたんだ。4つ目、タクシー運転手とは距離の置くのが正解。私たちの味方なのか家族なのか知らないけど離れろ。家庭教育を受け直せ。5つ目、なんでウーバーを規制してるんだ。6個目、どうせそのうち全部なくなる職業だろ。もうすぐ自動運転タクシーの時代だ。7個目、あの子たちに手を出したら、自称お兄ちゃん、お姉ちゃんたちに叩かれるって知らないみたいだな、運転手。8個目、日本では乗車拒否なんて想像もできない。日本みたいにタクシーに乗ろうとしてドアノブを使った瞬間、あんな風に逃げるなんて日本ではありえない。大事故になるところだった。あの運転手を探し出してタクシー免許を奪え。国の恥を晒した売国度だ。9個目、キューティーストリートを乗車拒否するなんて、運転手さん、世界で一番可愛い子たちなのに、一方で少し違う視点のコメントもありました。乗車拒否なのは確実だと思う。ただ、ソンスを拒否したというより、日本人の発音がうまくなくて、運転手がソンスをサンスと聞き間違えた可能性がある。今読からサンスは近いから拒否したのかもしれない。もちろんどんな状況でも乗車拒否はありえないだけど。ですが、このコメントには反論が大量につきました。お前タクシー運転手か？外国人もソンスはホットプレイスだからよく行くし、タクシー運転手が聞き取れないわけないだろう。日本の子たち、発音が良くないとはいえ、ソンス、ソンスと言ってたぞ。じゃあ、今読からサンスなら乗車拒否しても理解できるってことか？何言ってんだよっていう反応がありました。3番目の話、なぜ韓国のタクシーはここまで嫌われるのかってことを見ていきましょう。で、これ実はただの1回のたまたまの事件なんじゃないんですよ。韓国人の中で長年溜まっていたタクシーへの不満が一気に爆発したんです。昔からあったんですよ。韓国人に対しても。で、まず1つ目は、昔から乗車拒否が問題になっていました。例えば深夜とか
短距離走りますとか、外国人ですとか、高齢者です。このあたり起きやすいですね。例えば、運転手が窓を少し開けて、どこ行くのって聞くんですよ。そして、近い場所だと露骨に嫌そうな顔をして去るケースがあったんですね。だから、韓国人もこういう感情すごくよくわかるんです。最近はカカオタクシーという、LINE タクシー、Uber タクシーみたいな配車アプリがあります。じゃあ今度何が起きるかというと、今度はタクシー運転手が良い客だけ選ぶ問題が出てきたんですね。だから今回はそういう韓国タクシー業界の闇が出てきてるってことです。で、二つ目は、日本と比較しちゃうってことですね。というのも、日本人メンバーだから、この子たち日本ではこういうタクシー乗ってたはずなのに、韓国でこういうタクシーでごめんねみたいな感じですね。日本言うまでもないんですが、敬語、丁寧、乗車拒否しないってことありますよね。だから僕も日本旅行を始めてきてタクシー乗ったら、こんなサービスなのって驚いたこともあります。だから最近韓国の方、日本旅行よく行ってるから、日本ではありえないってことも韓国人の方知ってますね。で、三つ目はですね、弱そうな相手には強く出るイメージです。もちろん全員じゃないですよ。でも、一部の、ちょっと例えば40代、5、60代の男性の方とかの目線で客選ぶだったりとか、面倒そうなら逃げるだったりとか、なんか上から目線で話しかけてくる、見下すっていう印象あるんですね。そんな中で、今回、女性アイドル、しかも、人気、急上昇中の、愛され始めてるキューティーストリートが韓国旅行で、韓国のいいこと紹介しますね。じゃあタクシー乗りますねってなって、乗車拒否されて、韓国人の感情移入が爆発したんだと思います。じゃあ4番目、なぜ運転手は拒否するのか。一応ね、この運転者目線での話までしておきますね。もちろんその人たち、このプロフェッショナル精神がないっていうのは大前提だと思うんですけれども、あえてそのタクシー運転手の立場からなぜこんなことしてるのってことを説明してみますと、例えば短距離儲かりにくいってことありますね。日本より初乗り安めだから、そういったお金回収できないじゃんみたいな形で乗車拒否している。だから良い客乗せるっていう心理があると思います。で、二つ目は外国人対応面倒に感じる運転手がいるということですね。なんか発音がわからない。なんか変なとこ行って、ケチつかれるのがめんどくさい。だから、もうめんどくさい人は最初から乗せない。みたいな形でもう捨てるっていうのがあると思います。で、3番目は、どうせ捕まらないという空気です。これ一番でかいかもしれないですね。韓国で乗車を拒否するのは違法です。でもこれって摘発すること難しいじゃないですか。たまたま警察が通ってて見かけない限りは、現場で摘発するのって難しいじゃないですか。だからといってお客さんが毎回動画を撮る準備をしながらタクシーを乗るってもうめんどくさい話でしたし、その時点まで言ったらもうこの業界として終わりなんじゃないですか。だからこのタクシー運転手の人たちはもう共有しても大丈夫。どうせ捕まらないんじゃないのみたいな感覚で乗車拒否してるんですね。だからこういうのを見てると、普段から、今はもうだいぶ良くなったとはいえ、もう20年、30年前からこういったストレスがずっと溜まっていて、今爆発したんだというふうに思いますね。で、今回の動画、僕見てて本当に複雑な気持ちでした。僕、韓国人として本当に恥ずかしかったんですよ。せっかく日本に来てくれたキューティーストリートのメンバーたちが、韓国楽しみで、目キラキラしながらソンスへ行こうとしてた。でも、見せてしまったのが、バイバイで逃げるタクシーだったんですね。いや、かなり悲しいんですよ。もう他の韓国人でそのコメント見たら見ると思うんですが、悲しいですよね。ダメですよね。もう代わりに謝りたいです。こういう部分変わらなきゃいけないんだというふうに思っています。だって僕は日本に来て良いイメージ、良い印象を受けて、それを抱えて、韓国に来て、日本留学行きたいなってなって、日本に来てるわけですから、国に来た観光客に対してよく接客するっていうことは当たり前だと思いますし、問題から目をそらすんじゃなくて、積極的に変えていく必要があるのかなというふうに思っています。皆さんは今回の件どう感じましたか？ぜひコメント欄で教えてください。韓国と日本の違いをもっと知りたい方は、ぜひ他の動画も見てください。以上、パクンでした。アンニョン。